両サイドも少し焼き固めますので、ここめがけて、主にこう焼き油をかけていきます。それども、皆さんがなかなか普段塊で焼かないであろう子羊をね、今回はちょっと紹介していきます。子羊はとにかく美味しくて私も大好きな肉なので、ぜひ挑戦してみてほしいです。はい、ということで、今回はですね、子羊の焼き方を少し解説していけたらと思います。フランス料理だと非常にポピュラーな食材ですね。人気のある、お肉だと思います。で、骨付きでね、こう提供することが多いです、非常に。まあそういったねところもちょっと触れながら、一つはちょっと焼きすぎたパターンと、もう一つは、ちょうどいいような感じの仕上がりで焼き比べできたらと思います。はい、じゃあ早速ねやっていきたいと思うんですけど、これはねもう、掃除された子羊ですね。この子羊のね掃除はまた別の時にね詳しく動画の解説とかもできたらと思います。もしリクエストとかがあれば。はい、それで、基本的に、こういったねこれキャレダニョっていうんですけど、アニョっていうのはフランス語で子羊を意味するんですよね。背肉ですね。あとは、セルダニョって呼ばれる鞍下、もものちょっと上になるのかな、あれはの、部分を使ったりもしますね。主にその2つが多いですね、やっぱりこうメニューでは。それで日本に出回ってる子羊の、ほとんどは、ラムラックっていう商品でね出回ってますよね。ニュージーランドだったりオーストラリアから輸入されているものがほとんどです。でフランスだと、結構ねいろんな地方で手に入れられるんですけど、フランスの北ブルターニュの方には有名なのがプレサレって呼ばれているものがあるんですけど、あっちのねやっぱこうモン・サン・ミシェルとかのこう地形上潮の満ち引きが非常に激しいんで、植物がねミネラルを非常に多く含んでるんですよね。それを子羊が食べてミネラル豊富な肉質になる。それが結果ね非常に美味しい。切り分けていきましょうかね。このサイズだったらアラカルトとかで提供する場合だったら3カットぐらいですかね。コースだったら4人前ぐらいカットできるかも。ここら辺ですね。それでは最初は火入れそんなにこう意識しないで、そうですねガンガン焼いていっちゃいます。で塩もね最初はしないで仕上げにします。で、鉄のフライパンで焼いていきます。フッ素加工のフライパンでもいいんですけど、お肉はね基本的にこう鉄とか保温性のね高いので焼いていった方がいいんじゃないかなって思うんですけど、お好みですね。そうですね、2分ずつぐらい全面焼いていこうかな。まずは強火でひっくり返します。やっぱねこう子羊特有の香りがしてきますね。だいぶいい焼き色がついてきてますね。ただこれだとこの肉の厚さに対してこれぐらい強火でずっと焼き続けてると、中まで火が通る前にかなり外側がねカリッカリになって、ちょっとパサついちゃうんじゃないかな。でこれで今ちょうど1周したぐらいですね。中心の温度を確認しておきます。こういったね金串とかがあれば金串でちょうど真ん中くるぐらい。だいぶあったかくはなってきてるけど、まだどうかな。ただねこのままこう焼き続けちゃうとちょっとさすがに焦げるんで、これね強火から中火に落としますね。これでだいたいさっき4面を2分ずつ焼いてそれをかける2したんで、16分ぐらいですかね。よし、じゃあ焼き上がったんでカットしていきます。いい焼き色はついてるっちゃついてるんですけどね、ここまで焼き色ついちゃうとちょっとパサついちゃうような感じで、外側もねちょっとカサカサしてますね。じゃあいただきます。ちょっと最後に塩振りますね。最初にかけてなかったから。
全然ダメとかではないと思うんですけどね、だいぶ焼き縮んだなっていう印象はねありますね。誤解を恐れず言うと子羊は比較的ねこう、火入れ気味の方がね確かに美味しいとは思うんですよね。ウェルダン、フランス語だとビアンキュイですね。なのでこれはこれで人によってはオーダーでちょっとウェルダンにしてほしいとかもありますから、そこはね好みの問題だとも思います。やっぱりこうどうしてもパサつきますね。美味しいんですけどね、美味しいんだけど美味しいただ最初にやっぱ塩はしてないんで塩のねこうなんていうんですかね、塩の力でこう引き出せる旨味みたいなのがこう弱いような気もします。若干パサついてるってさっき言いましたけどね、それでもやっぱ美味しいですね、子羊は。そこがねやっぱ子羊のいいところですね。このね骨のところもね美味しいから。じゃあ次は、一応僕なりにこだわった焼き方っていうのをやっていきたいと思います。まず先にね塩しちゃいますね、全体に。子羊の場合は少し強めに塩してもいいのかな、1% ぐらいですかね。肉の重さに対して、こういう骨のところにもなるべくしっかりと。で塩してからね浸透圧で水分こう出てくるんでそれをね15分とか20分とか、場合によって30分とか待ってもいいんですけど、今回はそういったね浸透圧で水分が出てくる前にもう先に焼き始めちゃいます。はい、じゃあ、同じように油は引きます。今回は中火からじっくり焼いていきます。でじっくり焼いて、あんまりね焼き縮みしないようにしますね。でまず油が多いところから焼き始めて、その後、ここ反対側の部分ここも焼き固めちゃいます。ここね早めにこう焼き固めておくとこう形がね決まりやすいというか、これも好みなんですけどね、僕はこうちょっと凛としたような形がいいなと思うんで、なのでものの30秒ぐらいですかね。30秒焼いて30秒焼いてで、両サイドも少し焼き固めますね。で反対側も焼きます。これでね大体全面焼けたんで、これで一旦取り出しますね。この後ねバターを加えていきます。あとは、香りのためにニンニク、ローズマリー、タイム、そんな感じで香草も加えながら、主にねアロゼを使って子羊に火を入れていくような感じですね。アロゼっていうのは焼き油をこう肉にかけながら、乾燥しないように優しく火を入れていくような感じです。ちょっとねバターだけだとすぐ焦げ始めちゃうんで、バターがオリーブオイルを、あとはローズマリーとタイム。ここからねそんなに強火にしちゃうとバターがねガンガン焦げてっちゃうんで、弱火ですね。でこの、子羊のねやっぱりこの骨の部分なんですよね、一番火が入りづらいのはここの骨で、ここめがけて、主にこう焼き油をかけていく。ここはねフライパンで焼きづらいですから、こう反対にしてもここに当たんないんですよね。ここだからよくうまく油がしっかりとこう熱々の油がかかるようにアロゼする。でこうやって骨にね火が入るとこう綺麗に肉の方にもね火がね回ってくれるんですよね。骨のあたりがこう熱を持ち始めると、アロゼの油はスプーンでこう肉にねかけやすいところに、肉を置いておくというか、あんまりね遠いところにやってるとちょっとかけづらかったりするんで、なるべく近くに寄せておいて、で1分から1分半ぐらい弱火で焼き油かけたら、また一旦引き上げます。ずーっとやり続けるとね一気に火が入りすぎちゃいますから、そうすると肉からね、肉汁がちょっと出やすかったりするんで、こう引き上げてる間もフライパンの方はね、温度管理はちょっと気をつけた方がいいですね。バターを焦がさないように、これ最初言ったんですけどね、バター焦げちゃうとこう、黒いカスとかが出てきて苦味に変わっちゃいますからね。
だいたい2分ぐらい休めたので、もう一回戻していきますね。でここからは同じ作業の繰り返しになります。この焼き油を使ってアロゼしていく、主に骨の部分ですね。なんでこれをやることによってフライパンに直接触れてる部分から火が入っていくのと、上からかけていく油で両方からね、中心に向かって火が入っていくような、こういうような感じですね。なんでこのアロゼの油もなるべく多くかけてあげた方がいいんじゃないかなと思います。こういう焼き方するとき結構ね神経使って焼くじゃないですか。だから一人前にねこれをやってると他の作業できないっていうケースもあると思うんですよ。なんでそういう場合は、ラック、丸々、そういうまとめ焼きみたいな感じですねっていうやり方もあります。はい、そしたらねまた1分半ぐらいアロゼをかけ続けたので一旦引き上げました。いいな、大丈夫そうですね。これで提供前にもう少し5分10分ここで余熱でぐーっと中まで火を入れていくような感じで、待ちます。でもこういったアロゼに使った油とかもね、焦がしてちょっと使えないっていう状況じゃなければソースなどに入れたりして、香りのねバターだったり子羊の旨味っていうのがたくさんここに入ってますから、こういう風に使った香草とかね上にかけたり乗せておくとね、なんか香りがより移るんじゃないかなっていう、ちょっとねまじない程度ですけど、こういうことねやったりするのもいいんじゃないですかね。バター入れないでオリーブオイルだけでもできると思いますし、何にせよねこのキャレダニョ、この骨付きの子羊っていうのはやっぱりアロゼを駆使して骨をね、起点にして中心まで火を入れていくっていうのがやっぱ醍醐味なんじゃないかなっていう、フランス料理のねクラシックな調理法の一つなんじゃないかなと思ってますけどね。そろそろカットしていきますか。骨とかは邪魔だから外しますね。骨がちょっと多いから。じゃあいただきます。いい感じにしっとりしてそうですね。もう見るからにね、全体がしっかりとロゼ色になってていい感じに焼けてましたね。味はどうだ。うまい。もう噛めばね噛むほどやっぱ子羊の力強い旨味すごい感じますね。でニンニクとタイムとローズマリーの香りっていうのもグッと詰まってるんで、子羊のねちょっとネガティブな臭みっていうのを、すごくいい風に変えてくれてますね。あとバターで焼き上げたしっとり感っていうのが色濃く反映されててやっぱ美味しいですね。こういうのはなんかまだ全然口の中で旨味がすごいある。香りもうまい。脂身がうまいんですよね。まずやっぱ最初に事前に塩してるから結構その力もあってね、味が染みてる感じはしますけどね、塩のタイミングっていうのは人それぞれありますし、好みでいいと思います。黒胡椒めちゃくちゃ合いますからね。これがっつりかけて食べるとまたうまいんですよね。うまっ。骨の部分がうまい。というわけで子羊の焼き方についてでした。火入れの程度は人によって好みがあると思うので正解不正解とかではないと思いますが、今回の骨付き肉は他のお肉にも焼き方代用できると思うので、よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。